焼酎の方がね、アルコール度数が高いので、あまりね、温度が高すぎると、血鮎の一夜干しということで、これはね、琵琶湖の血鮎なんですけれど、梅雨から初夏にかけて、小さいこの子供の鮎が出回り出しますので、こちらを使って、一夜干しを作ろうかと思いますと。鮎はね、これ表面がこういった形で、ぬめりで覆われていますので、まずはこのぬめりを取り除いていきます。丁寧にやるならこういった形で包丁で表面をこするようにするんですけれど、そうするとね、鮎なんかはね、このお腹が結構弱まっていて破れたりしますので、よっぽど鮮度が良ければこういった形で包丁でこそげるようにしてぬめりを取れば良いかと思うんですけれど、もしね、ちょっと鮎が弱っていて、お腹が破れたりなど不安がある場合なんかはこんな感じでね、ボウルに鮎をまとめて入れまして、多めの塩を多めに加えて塩もみをしてぬめりを落とすようにします。そう、このね、魚のぬめりというのは不思議とね、塩で結構簡単に落ちるものなので、こうするとね、だいぶ手間も省けますし、あとね、お腹が破れる心配も包丁でこそげるほどはないので、こんな方法もね、ありますよと。ざっくり塩で揉みましたら、ここでね、一度鮎を水洗いしますと。映像だと分かりづらいとは思うんですけれど、塩で揉むだけで表面のぬめりはだいぶ落とせますので、そしたらね、今度、このまま干す方もいるとは思うんですけれど、僕の場合はね、ここから焼酎に漬け込んで、その後に干していきますと。で、使う焼酎はね、何でもいいとは思うんですけれど、僕の場合は、麦焼酎、麦焼酎をね、少しボウルに入れて、ここに鮎を、1、2分ね、漬け込んで、それから、干物にしていきます。干物を作る際はね、日本酒につけてから干すなんてパターンが多いかと思うんですけれど、これね、なんで焼酎に漬け込むのかというと、このね、季節柄ね、梅雨の季節に出回る食材なので、ジメジメして乾燥しづらくて、干してる間にね、魚が悪くなってしまうなんてことがあるので、焼酎の方がね、アルコール度数が高いので殺菌性が強いのと、あとね、干物にした時にそのアルコール分の飛びが早いということで、焼酎に漬け込んで、それから干物にするようにしていますかね。時間になりましたら一度鮎をざるにあげまして、あとは、ここから干すだけなんですけれど、これね、このくちばし、下唇にね、こんな感じで串を打って干しても良いですし、目刺し、この目にね、こういった形で串を打って干してもいいですし、どちらでもね、いいと思うので、自分の好みの干し方で干してくださいませと。串を打ちましたら、あとはね、何か串がかかるようなタッパーだとちょっとね、高さが足りないんですけれど、棚みたいなところにね、こういった形で、鮎をかけまして、あとは、一晩、6時間から12時間ぐらいですか、好みの硬さに干すだけと。部屋の温度にもよるんですけれど、多分ね、エアコンつけてない部屋でそのまま干すと結構ね、内臓から臭みが出てしまうと思うので、僕の場合はね、ある程度冷房を効かしてドライ、湿気を取り除いた部屋で、ここにね、扇風機で風を当てながら、だいたい7時間ぐらいですかね、表面がカサカサっとしっかり乾くまで干すと。今でちょうど7時間経ったんですけれど、表面にね、シワが寄るような干し具合まで干せましたら、血鮎の干物完成ですと。焼いてもいいですし、あと唐揚げ、粉つけて唐揚げなんかにしても美味しいですしと。生のまま天ぷらにすることが
多いかと思うんですけれど、天ぷらはね結構鮮度が良くないとね、このお腹が破裂して内臓が飛び出して見栄えが悪くなりやすいので、こんな感じで干物にしておくと保存も効きますし、美味しく食べられるんじゃないかなと思いますので、稚鮎が余ったりね、安く大量に売っている時なんかは干物にしてみるのもいいんじゃないかなと。焼く場合はこのままね、焼けばいいと思うんですけれど、唐揚げにする場合なんかはこれね、表面が乾燥していてもこんな感じでね、粉はしっかりと表面につきますので、薄めに粉をつけて唐揚げを作ってみてくださいませと。揚げるね油の温度は170度前後、揚げ物なんかはね180度だとかで揚げる場合が多いんですけれど、あまりね温度が高すぎると、いくら干物にしているとはいえ、このお腹がね破裂して、油もバチバチ跳ねますんで、高すぎない温度で、揚げてみてくださいませと。干物にしてる分ね、火が入るのはとても早いので、この油の揚げている音が、静かになって、この鮎から出てくる泡が小さくなり始めたら、火が通って食べることができますので、こんな感じでね揚げてみてください。産地のお話をすると、琵琶湖なんかはね天然の稚鮎なんかも多く水揚げがありますし、あとはね、和歌山だとか千葉なんかではね養殖も盛んですしと。こういうね季節ものなんかは年に一度は食べていただきたいなと思いますので、スーパーなどで見かけることありましたら、ぜひぜひお試しくださいませと。こっちがね、唐揚げ、粉をね薄くまぶせばこういったねほぼほぼ素揚げに近い唐揚げができますし、あとね、こっちは稚鮎の焼き、こんな感じで粉や油を加えずに酢のね味を楽しんでも美味しくいただけますしと。はい、ということで、今日は稚鮎の干物の作り方、唐揚げと焼きと紹介いたしました。以上です。